理想のデスク環境。これは機能性と居心地の良さという2つの要素によって構成されます。人によって理想が異なってもこの2点が重要なことは変わりません。この動画ではそんな理想形の一つとして僕自身の在宅ワークスペースを紹介します。書斎とはいえ個室があるわけではありません。リビングの一角にお気に入りのものを詰め込み、自分の仕事や趣味に没頭できる環境を作るヒントとしてぜひ最後までご覧ください。僕の書斎スペースは2人暮らしワンルームの部屋の一角。窓際の日当たりのいい場所を陣取っています。縦型のバーチカルブラインドによって時間帯によってこまめに調光しています。視界が前に抜けているということは自分にとってモチベーションを保つ上で極めて重要。科学的にもいわゆる社長席スタイルのように後ろに壁を前に空間を配置することは集中力アップが期待できるとされています。一方で家の中でそういったスペースをなかなか確保できない人も多いと思います。窓際にデスクを配置し、少しでも前方の視界を確保しておくことでこの社長席スタイルを疑似的に作ることができるのです。そしてこの周辺スペースが事実上の自分の書斎スペース。このデスク本体以外にもお気に入りのものや仕事上用いるアイテムなどを多数置いています。この動画ではそういったものについても詳しくご紹介していきたいと思います。デスクはプレダクツのスタジオというモデルを使用しています。プレダクツは天板裏面に備わったレールによって展開されている様々なモジュールを設置可能なワークデスク。その拡張性の高さとプロダクトのクオリティ、デスク全体の統一された空気感がとても気に入っています。数種類の天板がある中でこのスタジオというモデルを選んだのはインテリア性の高さです。ホワイトを基調にしていますが、オールホワイトではなく縁にはホワイトオークの付き板が施されていることでクリーンながら温かみのある雰囲気になっています。部屋の中の主役ではなく一つの家具として全体の雰囲気が調和し、デスク自体も北欧家具のような印象を醸し出します。まさにリビングの一角に作る書斎スペースにはぴったりのモデルです。天板自体はマットホワイトで傷や汚れ、指紋がつきにくくかつ目立ちにくい仕様です。サイズは横幅160センチ、奥行きは75センチ。以前までは一貫して横幅120センチのデスクを使っていた分、その大きさには最初慣れませんでしたが、今ではこのサイズ感だからこその作業の自由度から戻れなくなってしまいました。プレダクツのデスクは120センチからそのサイズを選ぶことができますが、後述するモジュールの拡張性、バリエーションを最大限活かすためにも140センチ以上のサイズが個人的にはおすすめです。デスクの脚部はフレキシスポットのスタンディングデスク。安定感のある昇降で立ち作業と座り作業をかなりこまめに切り替えて使っています。スタンディングデスクで立ち仕事をしないという声をよく聞きますが、意識して30分ごとなどで姿勢を切り替えることで腰や背中への負担軽減はもちろんのこと、集中の切り替えや在宅作業でも適度な疲労感を与えることができるようになります。また立ち作業イコールアイデア出しといったルールを自分に課すことで体がそれを徐々に覚えてより作業に集中できるようになったりします。コントローラーは付属してくるプレダクツオリジナルのもの。立ち、座りの高さをメモリーしてワンプッシュで高さを変えられるのですが、もう一つ決められる高さにはその中間くらい90センチの高さに設定しています。これは家事などデスクで仕事をしていない時にもさっとデバイスを操作したり片付けたりするのにぴったりの高さです。足の下部にはキャスターがついています。普段はロックして場所を固定していますが、撮影で移動させたい時やリモート会議で背景を作りたい時、模様替えの時にもこのキャスターが手軽で非常に便利です。ちなみに僕自身はこのプレダクツのブランドに関わっていますが、今回の動画はそういった関係性ではなくフラットな立場で紹介レビューをしているのであらかじめご了承ください。さてデスク上のセットアップアイテムについても細かくご紹介していきたいと思います。Apple のスタジオディスプレイに負けずとも劣らないディスプレイだと感じているのがこのファーウェイのモニター。すでに生産完了品なので手に入れる難易度は高いですが、ぜひ一度実物に触れてほしいプロダクトです。何よりそのミニマルなデザインが魅力。ボディの薄さ、ベゼルの細さ、アルミニウム製の背面、装飾性が低く、むしろこのディスプレイ全体で語るような堂々たる雰囲気に魅力を感じました。明るさや音量などの操作は画面下にあるタッチセンサーから、配線も全て裏側に収めてあるのでデスクを前から見てケーブルが露出しません。スタジオディスプレイと比べても特にそのベゼルやボディに関しては勝っている部分もあり、他の多くのディスプレイとは一線を画す存在です。画面比率は4対3と通常より正方形に近かったり、モニターの薄さの代償としてポート類がついているスタンド部分を外せなかったりなど癖のあるモニターではありますが、だからこその魅力だと感じています。基本的に僕はこの1画面で仕事をしています。デュアルディスプレイはそのごつさ、テックっぽさが強調されてしまう感じもあります。作業スペースが一つに集約されることで常に目の前のやることに集中できるメリットを感じています。
デスクシェルフをモニターの間に入れるように設置することで、画面だけがそこに置いてあるような没入感がより強調されました。まさにデスクシェルフ全盛期の今、相性がいいモニターです。そんなシェルフはデスクと同様プレダクツが展開するダッシュボード、デスクと同じように裏側にはレールが通っているので、これを使ってシェルフに様々なモジュールを固定することができます。僕はデスクに合わせて120センチ超マットホワイトのシェルフを選びました。足の高さはモニターの位置にも影響するので、低い 7.5 センチのものです。ガジェット好きを中心にここ2年ほどで普及してきたデスクシェルフですが、サカナクションの山口一郎氏もデスクに導入するなど、徐々にその市民権を得てきているようです。シェルフ自体の機能的なメリットは意外と多くありません。ただ、手元に置いておきたいガジェットをシェルフを使って定位置を定めてあげることによってごちゃっとした印象を回避できたり、デスク全体に立体感を生み出すことで見た目の印象をリッチにできたりと、割と情緒的なメリットが多いですね。実際僕はダッシュボードをごちゃっとしがちだけどすぐ手を伸ばしてアクセスしたいアイテムの定位置として使用。上にはお気に入りのアイテムを、下にはコンパクトに収めたいデバイスたちを吊り下げています。その天板下に設置しているデバイスの一つがアンカーのサンダーボルトドック。 PC とケーブル1本で接続しつつ、この PC を拡張するための各種デバイスと接続するハブの役割を果たします。サンダーボルト3のドックは現状最高スペックではないのですが、自分が使っている MacBook Air はまだサンダーボルト4以上の規格に対応していません。そのため高価なサンダーボルト4のドックを買う必要はないと判断し、ワングレード下の3のドックを選択しました。前面にはイヤホンジャックや SD カードスロット。動画編集をする自分としては、これらはかなりの頻度でアクセスするポートなので、手の届く位置で PC に接続できるのはとても便利です。後ろ側はケーブルが煩雑になりがちですが、ダッシュボードに吊り下げることでこれらをまとめ上げつつ視界から消すことに成功しています。モニターに出力するための HDMI ケーブルなどもつなげていますが、もう一つは隣にあるマイクとの接続です。使っているマイクは現在ではすでに廃盤になっている手話 MV7。 意外と少ないシルバーのマイクの中でも比較的高音質のモデルです。マイクの性能自体にそこまでこだわりはないのですが、プロダクトとしての雰囲気が気に入って使い続けています。そしてそれをダッシュボードに固定しているのはこのリグガジェットアームです。このアイテムは可動範囲の広い2つの関節とネジ止めができる穴が複数開いた先端部分で構成されています。ここにマイクを固定することで非常にコンパクトにマイクを収めつつ、使う時だけ引き出して口元に近づけることができています。僕はデスクにおいてとにかくアームを使いたくありません。スタンド型のディスプレイを選んでいるのもまさにこの理由からですが、アームを使うことで一気にデスク全体のメカっぽさが増します。歯医者のシートや手術台のような雰囲気があるといえば分かりやすいでしょうか。しかもこれが露出部分が多いマイクのアームとなるとことさらです。そのため自分はこれまでスタンドなどを使ってしきりにアームを使わない体制を目指してきました。このリグガジェットアームを用いた伸縮機構はまさにその正解ともいえる構造。使わないときはコンパクトに、使うときには口元に、さっとアクセスできる状況は維持しつつ、それでいてできるだけミニマルに。個人的にはこれを実現するためだけでもダッシュボードを導入する意義があると思っています。そんなリグガジェットアームの横には似たような製品を固定しています。こちらはマグネットガジェットアーム。先ほどのリグ部分の先端が iPhone のマグセーフに対応するようなモジュールです。関節を自由に動かしてその場に応じてベストな位置、角度に固定できるというメリットは同じなのですが、もう一つのメリットはマグネットによる着脱のしやすさになるでしょう。使うとき、使わないときの切り替えや持ち運びが生じるようなデバイスに最適です。僕の場合ここは iPad mini の定位置。iPad mini の背面にはマグネットに対応させるためのリングを貼り付けています。これによってマグセーフのようにモジュールへの脱着が可能になるので浮かして常備しています。キーボードを操作する延長でさっと操作したり、手に取りたくなった時は簡単に取り外したり、 PC の下に設置しているので例えばそのまま MacBook と同じキーボード、マウスとして操作することもできますし、必要に迫られた場合にはサイドカー機能でサブディスプレイにもなります。また Web 会議などにおいては高さ、角度を調節した上で iPhone の連携カメラとして使用することもあります。これによって配線や露出デバイス、デザイン性に最大限こだわった上で画質を担保することが可能になりました。そして横にはプレダクツのモジュールではないのですが充電用のスペース、モノグラフ堀口さん設計の3口の巻き取り式充電ユニット、通称ケルベロスです。3D プリンターでプリントしたこのユニットに巻き取り式の USB-C ケーブル、 CIO の3口 USB-C 充電器、そして延長ケーブルを装填。ちょうどダッシュボードに収まるサイズ感だったのでテープを使って固定してしまっています。僕の持っているデバイスは全てこの USB-C に統一しているので、充電が足りなくなったものは全てここに接続して対応しています。
巻き取り式なのである程度の長さを確保しつつ、使わない時には掃除機の要領で巻き取ることでミニマルに収めています。デスクの天板裏ではなくダッシュボードに設置することで、引き出してそのまま充電中のデバイスをデスク上に置いておけるのが便利なポイントです。ほとんどのデバイスの充電はこちらで行いますが、 iPhone と Apple Watch に関しては例外です。これらをワイヤレスでかつ置くだけで充電できるようにしているのがこちらのベルキンの 2-in-1 充電器になります。ホワイトのデスクにも馴染み、かつガジェット感の薄い優しい雰囲気のある丸みを帯びたシリコン製のデザインです。それぞれ十分な速度で充電することができ、夜帰宅したらまずはここにデバイスを置いて充電を開始します。横向きで固定すれば iPhone の待機画面で時計代わりになりますね。一方で日付はアナログでこちらのカレンダーで確認しています。マークレススタイルのアクリル万年カレンダーです。シンプルながら考えられたその機構、万年カレンダーという名前の通り、背景となる黒いカードをスリットの中で移動させることでどんな月でも表現することができます。月初になるとここを操作して月を更新します。モノトーンな全体の雰囲気やシンプルなフォントデザイン、そのアナログながら考えられた機構に惚れ、まさに機能美を体現した存在としてデスクに置いています。ダッシュボード上に置いているデバイスはもう一つ、バング&オルフセンのスピーカーです。デスクに設置するとなると有線で接続するデスクトップスピーカーが主流ですが、僕はかなり長いことワイヤレススピーカーを使っています。これは PC 以外からも音を鳴らしたいことが多く、また家の中で持ち運んで使いたいからです。接続デバイスや場所を自由度高く保つためにこちらを使っています。バング&オルフセンというと言わずと知れたデンマークのメーカー。高音、低音に偏ることなく原音をニュートラルに、それでいてリッチに聴かせてくれます。プロダクトとしてのクオリティは言わずもがな。アルミニウムで覆われた洗練されたデザインに温かみのあるレザーの紐、防塵防水機能やバッテリーの持続時間も十分、様々なシーンで重宝するスピーカーです。僕が購入したタイミングでは仮木製のオリジナルスタンドがプレゼントとして付属しました。オーク材を使用したものでデスクや革紐との雰囲気のリンクもとても気に入っています。最も手に触れるデバイスの一つ、キーボード。僕はそのデザイン性を重視してキークロン K3 を使っています。ホワイトを基調にしたデザインでカスタマイズできるボタンによって差し色のアクセントを追加しています。ただこの K3、おそらくホワイトモデルに関しては日本で発売されていない可能性もあります。一応注意しておいてください。Mac の薄型のキーボードに慣れていた自分でもまだ操作可能な厚さ、打鍵感もそこそこです。ただやはり Mac のキーボードの操作感にはかなわないのが現状。また自分は JIS 配列の方が使いやすいと感じます。とはいえ今後複数のデバイスを使ったり Windows 端末を使うことになる可能性もあるので、その都度ちょうどいいものをこれからも探していきたいと思います。マウスはロジクールの M575SP。 トラックパッドに慣れている自分としては通常のマウスよりも手首を動かさずに親指だけで操作するトラックボールマウスの方が相性が良かったです。これは人によるかもしれませんが、トラックボールの動かす筋肉や面積が少ないメリットによってより操作による疲労度の軽減やポインティングの精度アップにつながっているように思います。シンプルなボタン構成で電池式、軽量なプラスチック製なので持ち運びにも向いています。モデルがアップデートされたことでボタンのクリック時の静音性が向上しました。ただそれでも個人的に改善したかったポイントが2点。それがボールの色と手首の傾斜角でした。もともとついていたボールの色はなぜかブルー。なぜと突っ込みたくなるところですが、同じサイズの別メーカーのシルバーのボールに交換しました。使い心地が変わらないまま見た目の統一感が上がっています。そして傾斜角に関しては 3D プリンターで傾斜スタンドをプリントしました。マウスやキーボードの角度は握手に近い角度に近づけば近づくほど手首への負担が減少します。もともと角度がほぼついていない M575 をこのスタンドによって補強することができました。そのままでは底面のプラスチックで本体がスルスル動いてしまうので、裏側に無印良品で買ったハンガーにつけるための衣類用の滑り止めを装着しています。これで全く動かなくなりました。デスクライトはクラシックな印象のものをチョイス。セルジュムーユのものです。単なる作業の効率性だけではなく書斎的な居心地の良さを重視するのであれば、こういったインテリア性の高いアイテムを設置するのが重要です。いくつかの書斎などを見てきて、このライトが与える落ち着きつつもエレガントな印象はデスクにまさに置きたいと感じるようになりました。無機質な印象になりがちなデスク周りの中で緩やかな曲線を描くようなアームやシェードはそれを和らげてくれます。シェードの角度を変えることも可能。温かみのある電球は夜間の落ち着いた雰囲気を演出してくれます。
ライトのスイッチ部分を露出させるとせっかくのすっきりとしたデスクを損なってしまうので、先端にはスイッチボットのスマートプラグを装備。スマホやアレクサを経由した声による操作が可能になるので、スイッチの切り替えの手間やケーブルの露出を抑えることができました。下にはまるで牛乳をこぼしたような光沢のあるオブジェクト、これは有田焼のトレイです。これもまたデスク全体でいい意味で気の抜ける要素になっていて雰囲気を増してくれています。反対側にはテープカッター、永瀬二郎さんの作品です。分厚い板を U 字に曲げたテープ用のカッターで、その無機質ながらどこか工業製品とは違うれっきとしたアートとしての存在感が気に入っています。アルミの重厚な印象はディスプレイに使われているものとはまた違う金属の表情を見せてくれます。使用頻度が高いアイテムではないんですが、あえてデスクの上に置いておきたい道具です。ではプレダクツデスクの本領でもある天板裏の部分を紹介します。冒頭でお話しした通り、天板裏に備わっている4本のレールに様々なモジュールを装着できるのがこのデスクの強みですが、それぞれのレールの耐荷重は 10kg、マグネット式や DIY のネジ打ちと比べてもより多くのもの、幅広いアイテムを確実に固定することができます。プレダクツユーザーの定番モジュールの一つはこのケーブルホルダー。デスク周りの配線をこの中に全て押し込むことで見た目のスッキリさを保つことができます。ケーブルをすっきり収納させるアイテムは他にも選択肢がありますが、天板の高さが変わるスタンディングデスクでもこれを維持しやすいのはケーブルホルダー式のものだと思っています。レールへの固定方法がいくつかある中で、僕の持つ天板は奥にレールが1本のモデル、そのためレール1本で固定できるモジュールを使用しています。このホルダーの中には各デバイスへの給電用にエレコムの10穴電源タップを使用。ディスプレイやサンダーボルトドック、充電器などここまで紹介したあらゆるデバイスはここから給電しています。給電元を一つに統一し、デスクから伸びるコードをこの電源タップのもの一つにすることで給電周りをすっきりとさせています。どうしても排除できないこのコード自体もさらに印象を良くするべくこの変素チューブを使用。ポリエステルメッシュのケーブルスリーブです。本来これはケーブル類を束ねて一つのケーブルのように見せることができるスリーブなんですが、ケーブル1本収納しても折り目が入った貧弱な印象や安っぽさを脱することができます。この変素チューブ、ホワイトの方がデスク全体の統一感も上がるかもしれませんが、素材の性質上ホワイトのスリーブが少し安っぽく見えてしまうこともあるのが事実。グレーにしてそこからの脱却を図っています。このスリーブもさらに視界からできるだけ外れるようにマグネット式のガイドによって足に沿わせています。デスク下についている引き出しはドロワー3という3段の薄型引き出し。よく使う小物でもデスク上に置いておくべきではないと思ったらこちらに収納しています。中はできるだけ整理するべくグリッドフィニティのシステムを使用。このグリッドフィニティとは 3D プリンターでの使用を前提に設計された収納スペースです。縦横 42mm ずつを1つのマスとして、このマスを自由に使って様々な形状の収納瓶を設計・プリントすることができます。すでに多くのユーザーが自分の道具を収納するための瓶を制作・公開しているので、その中から選んで自分の好みのサイズのものをプリントすることができます。このグリッドフィニティをプレダクツのドロワーシリーズで使用するためのちょっとした調整用のユニットはたくまさんという方が公開しています。上から2段はこのグリッドフィニティを用いてびっしりと自分の使う道具を収納しています。主に文房具や貴重品、外出時に持ち歩くことが多い小物が中心です。このグリッドフィニティであれば持ち物が大きく変わってきたらその都度 3D プリンターで違う瓶を印刷すればいいので柔軟性も高いです。3段目はあえてそういった収納スペースの区切り方はせず、とりあえず入れておきたいガジェットなどを中心にここに入れています。こうした余白の部分を残しておくことはスッキリを保つ上では極めて重要です。このドロワーの上にはスペースを作ることができ、その中にラップトップ PC などを置くことができます。僕が使っているのは M3MacBook Air。フルスペックにカスタマイズし、全ての仕事・作業をこちらで行っています。サンダーボルトケーブルを経由してドックに接続し、各種デバイスにアクセス。デスクでの作業時にはクラムシェル状態で運用します。これによってまるでデスクトップデバイスのようなすっきりとした見た目にすることができます。外出時にはこれを持って単体で作業、その作業状態を維持したまま家では大画面かつ多くのデバイスにアクセスした状態で使用することができます。もう一つ、トレイをデスク下のちょうど真ん中に設置。ここは主にすぐに処理できない書類などの一時待機場所として使用しています。先ほど言った余白スペースですね。ヘッドホンも専用のハンガーを使って天板の下に固定しています。使う時にも手に取りやすい位置です。またよく使うバックパックもデスク横に吊り下げています。このように引き出しからハンガーまであらゆるものを天板の裏に収納してデスク上をすっきりさせています。
以上がデスク本体の紹介。ここからは書斎スペースとして成立させるためのいくつかのアイテムをご紹介します。リビング内の書斎スペースということもあり、一般的なオフィスチェアを置くと部屋に圧迫感や緊張感が生まれてしまいます。とは言いつつ、長時間作業の快適性は維持したい。多くの方がこのバランスに悩まれていると思いますが、僕が使っているのはコクヨのイングライフです。様々な椅子を試した僕ですが、学生時代にたまたまカフェで座ったこの椅子が最も座りやすいオフィスチェアでした。こちら自体はコクヨさんにギフティングいただいたものになります。パッと見た印象通り、オフィスチェアにはない優しい雰囲気。ワークスペースだけでなくリビングに調和することが意識されています。ただこのイングライフ最大の特徴は座面が安定しないことです。一見デメリットに聞こえますが、自分の重心移動に合わせて360度動いてくれます。バランスボールに乗っているような感覚と謳われているのはまさにその通りでありながら、そこにフィット感や疲労軽減が合わさったようなイメージです。体のちょっとした動きに合わせてバランスをとってくれるので、一箇所に負担がかかりにくいのがポイント。多くの椅子が椅子に姿勢を合わせる作りなのに対して、この椅子は姿勢に椅子が合わせてくれます。まさに安定しないことが柔軟性と疲れにくさにつながっているんです。背もたれはミディアムアッシュの合板を選択。この色がデスク側面の木目とも相性が良く、統一感を生んでくれています。ホワイトとのコントラストやリビングにおける温かみなどの観点からシートはレッドを選択しました。収納というよりは見せる棚のような感覚で置いているのが無印良品のステンレス製ワゴン。全体的に温かみのある書斎スペースなので、少し素材感でコントラストをつけたいなと感じたのもありますが、単純にその造形のかっこよさからいつか買いたいなと思っていました。シンプルさと武骨さが共存しているようなデザイン。部屋がインダストリアルに触れすぎず、どこか引き締めてくれる家具です。ワゴンの中にはデスクには収納できないものの、すぐ手に取りたかったり見せていたいような書籍を中心に置いています。また確保しておきたいデバイスの段ボール箱の一時待機場所としても使っています。上はデザイン系のアイテムの飾り棚として、シンクオブシングスの箱やシンガポールで見つけたチーズケーキブランドのパッケージ、ナッシングのスマートフォン、デザイン書などを飾っています。この辺は流動的に気に入ったものを更新していくつもりです。撮影用のデバイスをできるだけコンパクトに、とはいえ撮影ハードルが上がらないように手に取りやすい場所に確保しておきたいということで、暫定的に無印良品のポリプロピレンスツールに収納しています。ニュアンスのあるグレーカラーとシンプルながら優しさのある造形、バケツツールとしての収納力や上に座っても問題ない耐久性など、数千円とは思えないクオリティです。この万能さ、デザイン、手に取りやすさから一人暮らし最初の椅子としても個人的におすすめしています。装飾品もいくつか。実はこの書斎スペースの背面部分は扉になっており、必要な時に部屋を区切れるようになっています。この扉部分に接着する形でファブリックパネルを設置しています。このファブリック自体は台湾旅行の際に購入した玄関主製のもの。トタン屋根の連なる都市の様子がモチーフになっているそうで、イエローとネイビーの優しさのあるパターンがとても気に入っています。パネルの本体は発泡スチロールのボードなので、かなり軽く扱うことができます。そのため扉などに接着して使っていても落ちたりしません。反対側に置いているイラストレーションは西山博之さんのジークレイ。僕が最も好きなイラストレーターで、他にも作品を置いています。ピンク、パープル系のイラスト、ホワイトを基調としたスペースにアクセントを加えつつも、チェアのレッド系などところどころ色を拾うことでバラバラの印象にならないように注意しています。長年にわたり自分の部屋に飾っている Amazon オリーブ、そして窓のカーテンレールにつけている美覚シダ。仕事環境に本物でなくてもフェイクでも良いのでグリーンを置くことでストレス軽減などに効果があると言われています。日当たりも十分な場所なので、ここに設置して書斎スペースを彩ってくれています。その他窓のちょっとしたスペースには小物を置いています。これは何か意図してというわけではないんですが、お気に入りのものたちであることは間違いないですね。ということでいかがだったでしょうか。以上が僕の書斎スペースの全貌でした。リビングの一角であっても仕事に集中したり趣味に没頭したり、自分だけのスペースを工夫して作っています。ぜひ皆さんの参考になれば嬉しいです。紹介したアイテムは概要欄にリンクを載せているので、気になったものがあればぜひ確認してみてください。このチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を載せていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてもらえると嬉しいです。ということで今日はこの辺で。以上、なごみ家でした。では。